先日コンビニの満足度ランキングが発表されました。1位はどこだったと思いますか？どこだろう？セブンイレブン。残念、セイコーマートでした。しかも7年連続1位です。すごい。なんで？それでは今日はなぜセイコーマートが顧客満足度1位なのか解説します。このチャンネルでは北海道をもっと楽しむための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録してご視聴ください。セイコーマートって？まずセイコーマートについて軽く紹介します。北海道のあちこちにあるよね。実はセイコーマートは道外ではほとんどないコンビニなんです。そうなの？てっきり全国チェーンかと思ってたよ。全国チェーンだと勘違いする道民がいるほど北海道では浸透していますよね。では簡単にセイコーマートの歴史について解説します。セイコーマートの歴史。実はセイコーマートは日本で最初のコンビニです。セブンイレブンが最初だと思ってたよ。そう思いますよね。セイコーマートは1971年8月に札幌で1号店をオープンしました。セブンイレブンはいつなの？セブンイレブンは1974年です。その記念すべきセイコーマート1号店は今でも営業しています。現存する日本最古のコンビニだね。そんなセイコーマートですが、もともと酒屋さんだったことは知っていますか？知らなかった。セブンイレブンは大手流通グループローソンやファミマは商社から派生しました。そんな中、地元の酒屋から派生したセイコーマートはかなり異色の存在です。なんで酒屋さんからコンビニになったんだろう？セイコーマートの創業者は今後小さな酒屋さんは生き残れないと考えました。時代の先を見据えていて素晴らしいね。そこで目をつけたのが当時アメリカで成長していたコンビニでした。これはいいと思って酒屋さん一軒一軒に説明して回ったそうです。当時はコンビニがないからコンビニの説明から始めないといけないよね。すごく大変だったんじゃない？はい、セイコーマートの始まりは本当に大変でした。なんと初めの100店舗になるまで10年もかかったそうです。10年で100店舗って結構遅いよね。それでも諦めずに頑張り続け、今では北海道に1081店舗もあります。セブンイレブンは北海道に998店舗なので道内シェア1位です。もともと小さな酒屋さんなのに大手セブンイレブンに勝ったんだ。すごい。なんでセイコーマートはここまで愛されるようになったんだろう？それは5つのキーワードが関係しています。5つのキーワードって？それではここからはセイコーマートが愛される理由について解説します。セイコーマートが愛される理由1、お酒。1つ目のキーワードはお酒です。先ほど解説したようにセイコーマートはもともと酒屋さんでした。そのためセイコーマートのお酒コーナーは専門店レベルです。これ全部お酒ってよくよく考えるとびっくりだよね。特に世界各地のワインは充実しています。海外のワイナリーに直接足を運び納得できるものを買い付けています。その数なんと70種類以上です。お酒への愛がすごい。さすが酒屋さんだ。またトマトや和ミントなどの動産食材を使ったオリジナルのお酒もあります。トマトのお酒ってどんな味がするんだろう？楽天から購入することもできるので概要欄からチェックしてみてください。もともと酒屋さんだったセイコーマートは店舗拡大にも役立ちました。どういうこと？お酒を売るには種類販売業免許が必要で誰でも売れるわけではありません。そっか、他のコンビニだと免許を取得するところから始めないといけないんだ。しかしセイコーマートはもともと酒屋さんです。そのため創業当初からほぼ全店でお酒を扱うことができました。それは他の大手コンビニにない大きな利点だね。ということでセイコーマートの強み1つ目はお酒でした。でもお酒を飲まない人もいるよね。そういう人からは人気がないのかな？実はそうでもないのです。それでは2つ目のキーワードでそのあたりの謎を解いていきましょう。セイコーマートが愛される理由に高品質、低価格。2つ目のキーワードは高品質、低価格です。まずはセイコーマートのお惣菜コーナーをご覧ください。こんなにいっぱいお惣菜があるなんてコンビニとは思えないよね。お惣菜コーナーはまるでビュッフェ会場のように種類豊富です。どれも安いため本当にビュッフェ感覚で好きなものを手軽に購入できます。パスタが118円で食べられるなんて他のコンビニじゃありえないよね。お惣菜だけではありません。やはりセイコーマートの魅力といえばホットシェフでしょう。大好きなやつだ。ホットシェフは店内で作ったお弁当やおにぎり等が販売されているスペースのことです。
棚自体が暖かくなっておりレンジで温め直す必要がありません。レンジで温めたお弁当より出来たての方が美味しいという気持ちで始めたそうです。すごくお客様のことを考えていて心も温まるね。乳製品も忘れてはいけません。セイコーマートの牛乳は年間1500万本以上も売れるほど根強い人気があります。私も好きだ。スーパーより安くて助かってるよ。北海道の広大な牧場でのびのび育てられた牛から搾る牛乳はコクのある味わいです。ヨーグルトやアイスクリームなどでも使用されており、どれも安く美味しいです。私は北海道メロンソフトが大好きだよ。とても200円とは思えないよね。この通り、セイコーマートは様々な美味しい商品が安く売られています。なるほど。だから一つ目のキーワード、お酒を飲まない人も好きなんだね。では、なぜここまで美味しいものがこんなに安いのでしょうか。そう言われればなんでだろう。他のコンビニより安いのはもちろん、スーパーより安いものもあるし。その謎を解くのが3つ目のキーワード、自社製造、自社流通です。それでは、次の章でそのあたりを解説しましょう。セイコーマートが愛される理由3、自社製造、自社流通。自社製造、自社流通。それでは、セイコーマートの牛乳を例に説明します。こちらの牛乳はどちらで作られているか知っていますか？北海道の豊富町だよね。それは知っているよ。正解。では、豊富町の誰が牛乳を加工しているでしょうか？どこかの工場だよね。実は、セイコーマートの自社工場、豊富牛乳公社で加工をしています。コンビニが工場を持っちゃってるのか。他にも豊富牛乳公社では、ヨーグルトやアイスなど店で並ぶ商品を生産しています。深松は入れるんじゃなくて自社で製造しているから安く販売できるんだね。それだけではありません。生産した商品は店に届けないといけませんが、どうやって届けるでしょうか？もしかしてそれも自分たちで？はい、物流もセイコーマート自社で行っています。すごい。こんなに広い北海道を自分たちだけで運んでるんだ。北海道は広いだけでなく人口密度がとても低いです。コンビニとコンビニの間が 37km も離れていることもあります。首都圏だとコンビニが6000店舗もある距離ですね。そんなに離れてるんだ。配送を外注したら高くついちゃうね。それをセイコーマートは外注せずに独自の配送ネットワークで対応をしています。なんと配送トラックの1日の走行距離を合計すると地球1周半以上なんです。そんなに走ってるんだ。もはやコンビニじゃなくて物流会社じゃん。牛乳だけでなく農産物も自社で生産しています。販売だけじゃなく生産、加工、流通、すべてを自社で言っているんだね。これにより中抜きコストがかからず高品ただ指定価格を実現できます。もともと地元の酒屋さんだったのが信じられないね。以上の通り3つ目のキーワードは自社製造、自社流通でした。実はこのキーワードは次に解説する4つ目のキーワードにつながります。どういうこと？セイコーマートが愛される理由4、地域密着。4つ目のキーワードは地域密着です。最初に説明したセイコーマートの道内出店数を覚えているでしょうか？確か1000店舗くらい？はい、1081店舗です。では道内シェア2番手のセブンイレブンはどれくらいだったでしょうか？そっちも1000店舗くらいだったかな？その通り、998店舗です。結構いい勝負なんだね。しかし、両社には出店の仕方に決定的な違いがあります。というと？セブンイレブンは都市集中型で、人口の多い都市圏に集中して出店しています。その証拠にセブンイレブンの最北店舗は稚内から 150km 南の美深町にあります。稚内の人はセブンに行くのに 150km も移動しないといけないのか。一方、セイコーマートは過疎地にも出店しています。北海道179市町村のうち175市町村に出店しています。出店地域の人口は522万人であり、北海道人口523万人の 99.8% に相当します。人口カバー率がほぼ 100% なんだ。これを可能にさせたのが先ほどの解説で出てきた独自の流通網です。ここで初山別村への出店エピソードをご紹介しましょう。初山別村の北部は人口900人と少なく、スーパーもコンビニもありませんでした。じゃあどこで買い物していたんだろう？地元の小さな個人商店でした。しかし2014年に個人商店が閉店することになってしまいました。これにより
最も近いスーパーまで 5km、コンビニまでは 10km となってしまいました。車運転できない高齢者の方とかは買い物困っちゃうじゃん。商店がなくなることは電気ガスといったライフラインが断たれるようなものでした。そこで村長はセイコーマートに何とか出店してほしいと相談しました。そんな過疎地にコンビニを出店できるのかな。通常店の周辺の3000人程度の商圏人口があることがコンビニ出店の目安です。確かここの人口は900人です。3分の1、絶対無理じゃん。はい、普通の方法では出店は不可能です。そこで村長は月2500円で土地を貸すから出店してほしいと頼み込みました。ほぼ無料だ。またセイコーマートは既存の配送ルート上に諸山別村があることに気がつきました。新しく配送ルートを作らなくていいから負担が軽く済むね。またセコマは前章で解説した通り、製造から販売まで全て自社で行っています。そのため諸山別村の店舗の販売が赤字でもそれ以外で賄えると考えました。販売しかしていないコンビニだとありえない考え方だね。以上からギリギリ経営できそうだとなり出店することになりました。よかった。でも経営は大丈夫だったのかな。毎日商圏人口の3分の1にあたる300人が買い物をしてくれ黒字のようです。またハスカップやヨモギなど村の特産品を商品開発に活かせるようになりました。セコマにもいいことがあってよかったよ。以上のようにセコマが愛される理由の一つは地域密着でした。地域密着すぎてセコマがライフラインになってる地域もあるんだね。そうなんです。では最終章ではそのライフラインに関係したキーワードを解説します。セイコーマートが愛される理由5、災害対応力。2018年に北海道で最大震度7の大規模な地震が発生しました。この地震では道内43名が亡くなり、北海道全域に195万戸が停電しました。多くの施設が休業を余儀なくされました。あの時はご飯を買おうとしてもお店が閉まってたから大変だったね。そんな中、セコマは 95% 以上の店舗が営業を続け、被災者の生活を支えました。ガスを使ったホットシェフで温かいおにぎりやお惣菜を提供したお店も多くありました。まさにライフラインとして機能したセコマは神対応と話題になりました。なんでセコマは災害時にも対応できたんだろう。それはこれまでの災害のたびに何度も対策を改良してきたからです。2004年の台風18号は道内34万戸に停電をもたらしました。これを契機にセコマは全店舗で車のバッテリーでレジが打てるようにしました。だから2018年の地震でもお店が開いてたんだね。また2011年東北大震災では茨城や埼玉の店舗が大きな被害を受けました。この時に物流、燃料の確保が重要ということを学びました。どういうこと？店は開いていても商品を運べなければ提供できないからです。そっか、お店だけでなくて物流も日常通り機能する必要があるんだね。そこでセコマは津波対策のため釧路の配送センターを高台に移転しました。実はこの配送センターは驚くべき機能を持っています。何？まず 100% 自家発電で稼働することができます。そして30台のトラックが3週間稼働できるだけの軽油を備蓄しています。すごい。これだけ準備してたら災害時も自力で配送できそうだね。このようにセイコーマートは災害のたびに対策を見直してきました。そのおかげで2018年の地震の際も 95% の店舗で営業を継続できたのです。セコマの神対応、私さんの努力のおかげだったんだね。これで本日の解説は終わりです。セイコーマートが顧客満足度1位になる理由が分かったよ。実は2018年の地震、停電の際、私も北海道にいました。電気を使うものすべてが動かなくなり、夜は真っ暗で不安だったことを覚えています。そんな中、セイコーマートは温かい手作りのおにぎりを定価で提供してくれました。お腹だけじゃなくて心も満たされるね。北海道にセイコーマートがあってよかったと思った瞬間でした。こうした人の優しさを感じる部分が高い顧客満足度につながっているのだと思います。では、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。